デジタルラボ始まるよ。デジタルラボカジチューブです。このチャンネルでは手書き風デジタルをコンセプトに発信しているチャンネルになります。今回のテーマは東京タワー夜景ですね。実際アニメテレビタイトルでやられてる方はあるあるだと思うんですけど、夜の背景って割とフィルターで処理することが多いと思うんですけど、今回は塗りで表現していく夜景になります。ちょっと違いがあるので、そこら辺も詳しく説明していければなと思います。今回塗りでやろうと思ったのは理由がありまして、夜って大体さっき言ったようにフィルターでしていろいろ処理するんですけど、それでは再現できない部分がどうしても出てくるんですよ。で、実際にこの絵はフィルターで処理したら多分おそらくこういう風にはならない。少しテイストが変わってしまうんですよね。よく見るデジタルの背景って結構染まった色が多いと思うんですよ。青は青で染まってるとか、緑っぽく染まってるとか、あと赤っぽく染まってるとか、そういう統一するにはすごく便利。フィルター処理かますと一色に染まったりアブノーマルな空間とかを演出するにはすごくいいんですけど、夜ってアブノーマルじゃないんですよね。意外と実はいろんな照明の色があって、いろんな光が右から左上から下みたいな感じで反射したり、ライティング細かくライティングされてたりとか、そこら辺がうまくフィルターだと処理しきれないんですよね。で、実際にこの写真もそうなんですけど、いろんな照明がバーってついてるんですよね、街の中って。で、それを表現するにはやっぱり一括処理というよりかは細かく塗り進めていった方が再現度が高いと豊かな絵になるという経験のもと塗り進めています。オレンジの地面と青いライト、あまり見ないですよね、デジタル背景で。それって何かって言ったら難しいんですよ。その処理を一括処理でそれを表現するので、ちょっと濁っちゃったりとかね、いろいろ不備が出てくるんで、アナログで描いた場合は全部塗り進めていくんで、細かいカスタマイズみたいのができるんですけど、一括処理になるとやっぱりそこら辺を細かく調整していかないと、やれなくはないんですけど、めっちゃ時間かかるよっていう話なんですよね。だからテレビアニメではあんまりこういう色が豊富な夜のシーンって、劇場ぐらいでしか見れないと思います。夜は綺麗ですよね。反射が入ったり、暗いんで反射しやすい環境になるんですよね。いろんなところに色が飛んで、とても綺麗なところは綺麗です。濡れたりするとさらに倍増するんですけどね。今ちらっと見えたのが写真元ですね。写真はもっとどぎついんですけど、僕の方で塗り進めていくうちにこういう色に落ち着いたって感じです。デジタル処理で思い込んでることの一つで、照明効果みたいなのは特殊な効果使わないとダメなんじゃないかっていう、例えばオーバーレイ、追い焼きリニアとか、リニアライトとかな、ハードミックスとかね、そこら辺使わないとダメって思う人いるかもしれないですけど、個人的には今僕の中では通常レイヤーで落ち着いているっていうのが現状ですね。あんま変わんないんですよね。周りに散らす場合には少しスクリーンとかオーバーレイ使ったりするんですけど、基本的にはもう2種類ぐらいしかもう調整レイヤーは使ってないですね。激しめの追い焼きとかは本当に使わなくなりました。色がね振り切れちゃうとか、僕があんまり好きじゃないどぎつい感じの方向に絵の印象が変わっていっちゃうんで、もう今は通常にしています。あと一つ手間が全然違うよっていうことですね。手間って何の手間って思うと思うんですけど、アニメ業界でブックっていう専門用語があるんですけど、キャラクターを挟んだりするときに絵のパーツ、オブジェクトをレイヤー別で剥がして提出する作業があるんですけど、その時に効果が上にがっつりかかってるとめちゃくちゃめんどくさいんですよ。それぞれのオブジェクトごとにクリッピングして色分けしないようにいろいろレイヤースタイルを気遣いながら処理していくっていう、その絵とは関係ない事務処理がものすごい副産物として出てきてしまうんですよね。なので通常だと割ともうガチャッとくっつけるとそのままピタッと見た目のまま一緒になるんですけど、レイヤー効果つけてるレイヤーを一緒にくっつけた時に、皆さん経験したことあるかもしれないですけど、くっつけた瞬間に効果レイヤーが通常モードに切り替わってしまうので、そこだけ生色にピカッと変わってしまうと。何言ってるか分かりますかね。ちょっとやってみてください。そうなってしまうんですよ。特に美術監督の方が最終的にそこら辺をチェックしてやってるっていうのがもう本当にね、もういろいろ大変なんですよ本当に絵のこと以外
かやんなきゃいけないっていう。それはもううちの会社ではそこはめんどくさいんで、しかも手書き風デジタルっぽくなくなる原因の一つが効果の接議問題っていうのがありますんで、絶対載せるなってわけではないんですけど、少量にして生色で塗っていくっていうのがマルチョ商店の今推し進めている美術の方向性ではあります。デジタルだけど塗ったような感じに、実際塗ってますけどね、デジタルで。だからそういう風に見えるんですけど、処理だけでどうこうしようって思うと、やっぱり細部が機械チックになるんですよね。もちろん機械でやってるから当然なんですけど、で当然手で書くと手書き風、手で書いたような手で書いてるからあれなんだけど、手書き風というか手で描いた絵にどんどん近づいていくっていうのがもう僕の20年近くやってきた中の一つの答えではあるので、そこは抗えないですね。どうやって楽してデジタルをアナログっぽくしようかなと思ってやっていても、結局手でやるこの歪みだったりはパソコンでは再現性不可ですね。これね、歪んでるんですけど、歪んでっていいじゃんっていう作品の方向性にもよるかもしれないですけど、僕はこっちの方が好きなので、仕上がりもこっちの方が好きだし、豊かに見える一つの要因だと思いますんで、なんか機械的に見えすぎて複雑な風に見せたいんだけど、機械でやると整理されちゃうんで結構単調に見えちゃうんですよね。そこら辺がデジタルでやっててパソコンで処理しようとしてもどうしてもそこは抗えない部分かな。この影の部分とかも多分ロックかけてとかヘンボスなんかありますよね。レイヤー効果で筒っぽくする方法で、あれでやるとやっぱり綺麗にはなるんですけど、このなんか雑味みたいのがなくなるんですよね。でそうするとなんか個人的にはですよ、僕の個人的な感想ですけど、統一感は出るんですけどね。正しさはすごく表には出るんだけど、絵ならではの雑味というか、手ならではの雑味みたいのはやっぱり僕の中では愛しい。手打ちそば屋さんとかで麺の太さがランダムなお店ってあるじゃないですか。で僕はああいうのすごい好きで、手で切ってるんだと、しかもちょっと太いのラッキーみたいな、そういうところも僕の中ではプラスポイントになってるんです。それと似たような状態ですよね。そういう部分をもうデジタルで自動で吐き出すことはもう諦めました。書いた方が早いがもう僕の20年の答えです。それ抗っていろいろやってもらえるクリエイターの人もしいればやってくださいとやってくださいと、はい、いいじゃんと思ったら真似するかもしれないですけど、でもそこにはあんまり楽しさがついてこないんで、結局僕はやらないと思いますけどね。あんまりその選択は取らないと思います。やって楽しくないってすごくクリエイターとしてはずっと作業していくものとしてはやっぱりそこがないと続けるこのモチベーションにつながっていかないんで、そうですね、もうそこはもう完全に対立した状態ですかね、自分の中ではね。確かにやりたくない作業って中にはあるんですけど、それもより良くなるためのステップだって思えるようになると、徐々にその嫌だなって思ってたことがちょっと浄化されていく感じですよね。シュワーみたいな考え方変わると、やっぱり行動する時の重さみたいのが変わってくるんで、結果ももちろん変わってくると思います。いやいややってるよりもその見据えたものがある中で作業するものと、本当に嫌だなだけで作業してるものとは実験したことないですけど、おそらくですけど結果変わってきてると思います。で上手くなっていくってもしかしたらそういう過程の中にもあるのかもしれないですよね。これ実験不可ですけどね。でもなんかそんな感じはします。うちの会社の企業理念の1の1が、一人一人が健康で仕事に取り組めるよう精進するっていうのがあるんですけど、これ本当にそこのメンタルだったり気持ちの部分にしっかりつながってる部分で、僕が前職前々職としてきた中でやっぱり一番大事だなって自分で骨身に染みて思ったのがそこなんですよ。おじいちゃんおばあちゃんとかよく言いますよね、健康が一番だと。ちっちゃい時は分からなかったけど、今になってさらにいろいろな経験見聞きさせていただいた中で、やっぱり本当にそこが一番大事だなって思うんで、会社のもう本当に皆さんというか社員の方にやってもらいたい、自分も含めそうなんですけど、一番大事にしてるのがそこです。そう本当に超大事。そこを維持するためにどうしていけばいいかっていうのはその後のものにつながっていくんですけど、もうね、これは外すことのできない絶対的な
1ですね。僕の中では揺るぎがないです。なのでテクニックだけに溺れる人とかもいますけど、やっぱり基本的にはもう健康長くやっていくには健康が一番だし、短くていいっていう人はそうですね、うちには合わないかもしれないですね。そういう人って周りのエネルギーこそいでいくんで、そういう人は近くにいると迷惑なんで、僕の方で入社できないような感じにしていくとは思いますけど、今んところそういう人は社員はいい入ってきてないと思いますんで、ちょっときつく聞こえたかもしれませんけど、マジでそうなんで言わせていただきました。楽しく仕事できてると本当に幸せですよね。今僕にとってはすごく幸せな時間ですかね。めちゃくちゃ忙しいってわけではないんですけど、ある程度の数量の仕事でみんなと仲良く仕事できてるっていうのがすごく大きいかなと。いやー幸せですね。こういう風にしたくて起業したっていうのもあるんで、願いが一つまた叶ってしまいましたね。ありがとうございます。ちょっと絵の話してなかったんで、さっき赤信号のところを書いたんですけど、光らせる処理ってそんなに難しくなくて、意外と生色のグラデーションとかで発光って再現できるんですよね。チューリップ時代に入社した時に背景の模写をやらされていたんですけど、その時に色を重ねて発光させるっていう、この光った風に見えるっていう魔法みたいな感じがして、それどうやってやるんだろうな、自分でもできるのかなとかって思っていたんですけど、意外と理屈を分かってしまえば簡単なんですよ。ちょっとにじませるだったりとかね、境を。あと周りにあるものに対してその光ってる光源の色を少しずつなじませて入れていく。で、ここ注意は必要なのは、そこの位置関係をよく把握してないとダメです。光が当たる方向にあるものに対してライティングしていく。この赤信号に関しては、近くにあるものは日差しの裏側だけなので、他に周りに何もないんで赤が混じることができないんですけど、こういうのは本当にそこだけにライティングするしかないんですよ。何言ってるかわかるかな。結構ね、すごい当たり前のことを当たり前のように言ってるんですけど、絵でそれを処理する人って結構少なくて、特にデジタルが入ってきてからはボワーっとさせる処理が主流になってきちゃってるんで、そうではないリアルなライティングの話を今しています。霧が出てたり湿度が高かったり空気上に塵みたいのがいっぱいあると光が拡散するんで、ボワーっとしたもの。ここで分かりやすいのは、東京タワーの上の方は雲が多分かかってるんですよね。薄い雲だからボワーっとちょっとなってますけど、それは自然に起こってるライティングの光が拡散してる状態です。それ以外のところはもうあんまり霧みたいなものがないので、割とタイトな光の表現になってるから、最後の方で少し色を足しますけど、本当にやりすぎない範囲で後の処理で乗っけてます。自分的にはそれが綺麗だなと思うんでやってるんですよね。学生さんにちょっと言っときたいなと、レイヤーの未整理のものって美観の人はめちゃくちゃ嫌がります。なのであんまりレイヤーをまたいだりとか調整できない。基本的に新人の人の上がりって美観の人が絶対直すんで、そこが手つけられない状態だと割と大変です。成長するにもやっぱりそこら辺の処理って必要になってくるんで、特に自分が美術監督になりたいとかそういう目指しているものがあるとすれば、そこら辺も見据えたレイヤー構成レイヤー構成の話してる人、アニメ背景のチャンネルなんで、それもしっかり伝えた方がいいかなと思うんで、部外者が見ても何かの動画でも言いましたけど、部屋の中、みんなが入ってくる部屋、廊下だと思ってほしいなと。なので物を整理して置いとくってすごく重要なんですよね。他の人が手入れて探し物しに来るお家だと思って、レイヤーがね。なのでちょっと自分の中でも整理できるようになってると、喜ばれはしないけど嫌がられはしないはずです。仕事になると公になるので、完全プライベートな作品とは全く違う住み分けが必要かなと。その癖が抜けないとちょっと仕事ではいろいろな問題が出てくるかなと思います。これもちょっと意識できればいいクリエイターになれるはずです。今日はそんな感じになります。最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントも待ってます。